ムーブでクラウンエステート ID バズです。フォレスターヒョンデインスター2シリーズグランクーペ E ビターラプレリードです。日産リーフ3008です。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はですね、ご覧ください。日本カー・オブ・ザ・イヤーのテンベスト試乗会にやってきました。私も選考委員を務めさせていただいております日本で最も権威のある車の祭典、日本カー・オブ・ザ・イヤー。今日のこのテンベスト試乗会を経て12月に大賞、今年のイヤーカーが決まります。というわけでその最後の試乗をするための試乗会、お届けしていきたいと思います。今日もチャンネル登録と高評価で応援してください。それからメンバーシップ募集しております。めちゃめちゃ励みになるので、ぜひですねメンバー限定動画なども配信しておりますので、メンバーへのご加入をよろしくお願いします。自分で施工でこの効果、シラザン50。さあ、それではですね、ダイハツムーブでございます。こちらうちの YouTube ではまだね動画出してないと思うので、この冬の間にもう一回試乗してちゃんとしたのを出していこうと思っております。さあ、それではですね、1台目は真っ黒さあ、それではですね、1台目はダイハツムーブいきたいと思います。RX というグレード、今回ですね、後でいけたらノンターボも乗ろうかなと、NA のモデルもね乗ろうかと思うんですけれども、販売ボリューム的にはですね、実は今ノンターボの方が売れていて、やはりこの RS の方がですね、RX かの方がちょっと高価なグレード、あとターボということもありまして、NA の方が販売が大きいというような状況なようです。ミラーも自動でね、すごい装備いいですよね。やっぱりダイハツの軽って電動パーキングブレーキなので、ADASとの相性も良さそうという感じです。滑り出しめっちゃいいですね。はい、さあというわけで、まずはですね、この袖ヶ浦の本コースを走っていきたいなと思っているんですけれども、さあそれではですね、今日のポイントその1でございます。なぜこのムーブがテンベストに入ったか、今井的考察。はい、非常に歴史のあるモデルでですね、この軽ハイトワゴンの中心にいるモデルだと思います。それが待望のモデルチェンジということで、期待値は非常に高かったと。それからですね、TNGA ならぬ DNGA ですね、ダイハツニューグローバルアーキテクチャね、新しいプラットフォームを使用している世代、第2世代目ぐらいに、もう2周目ぐらいに入っていて、かなりですねそこの技術が成熟してきているということですよね。そのいいねプラットフォームの上に、信頼のエンジンを搭載して、ダイハツならではのそのコンパクトカーの中にですね、優しい気遣いがたくさん詰め込まれたパッケージというところと、それからデザイン性というところも含めてですね、期待は非常に高かったという感じです。サーキットでの試乗はさすがに初めてなんですけど、めちゃめちゃ粘りますね。なんかね、ダイハツの車の足の良さって私割と結構注目してるんですけれども、ものすごくですね、そのコシのある柔らかさ、粘りっていうのをですね叶えているんですよね。なので、一般道で乗ってもですね、非常に当たりが柔らかく、それをしっかりした骨格が支えますので、ブレもなくといったところなんですけれども、特に今乗らせていただいているのターボなので、ものすごいパワフルですよね。乗っていてすごいしっかりと足が踏ん張っている感じがしています。やっぱり商品的な魅力が非常に高いですね。さあ、そして今井的、じゃあそのテンベストカーの中で評価はどうなのか。やはりですね、ダイハツならではのですね、期待を裏切らない鉄板の刷新というのが、このダイハツムーブ最大の魅力じゃないかなと思います。で、それが年々を追うごとにですね、軽自動車の進化は本当にすごくて、ステアフィール、それから足のしっかり感、それからこの剛性の良さ、それから粘りっていうのがですね、しっかりと改良されているということですね。価格が上がってますけれども、非常にその分のですね価値がちゃんと車の中に踏襲されていると。インターフェースも綺麗ですし、シートアレンジなんかもしっかりしてます。で、このサイズの中でですね、どんどん近代的な良さが進んでいるというのが私の評価ポイントでした。さあ、続きましてはですね、このムーブ、うちのチャンネルでもまだレポートできてないので、 NA もついでに言ったらあれですけど、せっかくなのでお届けしていきたいと思います。こっちの方が売れてるそうです。いいよね、やっぱりね。ター
ーボはねやっぱ重厚なんですけれども、NA の方がやはり量販モデルというかねメインストリームになってくるので、こっちに結構なねチューニング幅っていうのを持たせたのかなと思うぐらいのすごいドライブフィールの良さを感じてます。すごい軽やかだし、その一番最初のところからですねもう何ていうかな、空転感のない転がりっていうのをしっかりと叶えている感じもします。でステアフィールがですよ、今ね軽自動車質感がどんどん上がってきているんですけれども、一昔前の軽ってなんかハンドルペラペラみたいな感じありませんでした？でこれがねどんどん改善されてきていて、でもちろんやっぱり操作にねストレスを嫌う車のうちの一つでもありますから、軽やかっていう味付けをつけているんだけれども、中立がグラグラでそのハンドルどこ切ってるか分かんないみたいなのはなくなってますよね。すごくすっきりしてます。はい、この先カーブですってサーキットなんですけどね、教えてくれるっていうね。そうだからこういうその ADAS の進化とか画面の綺麗さっていうところも相まって、価格は少しずつ上がってはいますけれども、さっきねターボにも感じましたけれども、この NA 版も非常にこう価格に見合うですね刷新ね改良がされたかなというふうにも思います。おー、いいねいいね。キビキビ感っていうのはしっかりあるんですけれども、しっかりとこう粘る感じっていうのはこの NA にもありますね。ターボだけじゃなくてしっかりと加速する感じ。いやこれこんだけ走ってこんだけ静かだったら意外と、今ちょっと白線読んでねビビって言いましたけれども、こういうところも本当にしっかりしているので、昔はね山間部はもうターボじゃないとエアコン効かないみたいな時代もありましたけれども、さすがその辺はもう全部ですね綺麗に払拭されていますよね。おー、気持ちいい気持ちいい。やっぱステアフィールが本当に良くなりましたね。素敵な刷新じゃないですか。これさすが10ベストに残るだけあるな。ちょっとねこの車に関してはちょっと改めて借りて、またレポートの方をお届けしていこうかなとも思っております。私でもね低速の時のエンジンサウンドの耳の入り方とかもすごく重厚ですね。はい、それではですね、トヨタのクラウンエステート乗っていきたいと思います。めっちゃかっこいいマットブラックですけれども、こちらですね専売店ね、トヨタのそのクラウンの専売店っていうのができましたけれども、それ専用のマットブラックのカラーが、搭載されております。さあ、実はこの車を検討しているエグゼクティブ、私の周り結構多くて、すごいですよね。カラーが変わるとこんなにスタイリングが変わるっていうですね、そのいい例かなとも思います。おはようございます。お願いします。めっちゃ似合いますね。本当ですか？やった、もちろん。いいですか？ありがとうございます。めちゃくちゃ似合いますよ。本当ですか？ありがとうございます。ちょっと圧ありません？でも圧ありすぎません？大丈夫ですか？さあ、それでは行ってきます。これインテリアもなんか特別なんですか？特別です。うん。ここにあるやつが、はいはい、グレージっていうんですかね。はこれこの特別な仕様になってます。通常だと黒、もっと通常黒だったり、はい、茶色だったり、このグレーがかかってるこれっていうのはこれ専用になってます。わかりました。シックですよね。確かにこうやって見るとその黒じゃないっていうのはわかるかもですね。外板がこれも真っ黒じゃないじゃないですか。ちょっとグレーっぽいっていうか、それにちょっと合わせて、雲柄っつってちょっと雲の柄みたいな感じもちょっと入ってたりとか。あとはこのディンプルの仕様も専用ですね。あ、そうですか。シフトノブとか。あ、本当だ、ディンプルだ。はい、わかりました。おしゃれ、ありがとうございます。シートもこのスポーツタイプのシートはこのマット専用です。わかりました。はい、ありがとうございます。さて続きましてクラウンエステートです。クラウンの最後の形ということでですね、エステートがノミネートをしてきました。これでね集大成となっているんですけれども、本当にこの先もまだあるんじゃないの？ステーションワゴン欲しいよねとは私は実は思ってるんですけれども、そうクラウンエステートというね名前でありながら、むしろ SUV をベースにしたような形でですね、トレンドを狙って出てきたというところはあると思います。さあ、そんなクラウンエステートの中でも今回試乗させていただくのはプラグインハイブリッドモデル。うちのチャンネルでもねもうすでに他のパワートレインもお届けしていると思うので、詳しくはそちらをご覧ください。さて、なぜこの車が10ベストカーに入ってきたか、今井的考察でございます。やはり
クラウンですから強いですよね。賛否あります。さっき言ったみたいにですね、ちょっと SUV スタイルで出てきてしまったこと、あと価格がすごい高いっていうのと、それからプラグインハイブリッドとね、パワートレーンはハイブリッドとありますけれども、ちょっと大型化をしてしまっているので、ここがですね、日本の市場に合うか合わないかみたいな話はありますけれども、さすがトヨタといったような感じもします。トヨタ今年ね、注目のモデル他にもたくさん出てきましたけれども、その中でもやはりクラウンエステートというのがそのトヨタのね、今年の顔となる車だったんじゃないかという選考委員が多かったのかなとも思います。私もクラウンエステートはテンベストカーに1票入れております。で、今井的にこの車どうなのかっていうことなんですけれども、やっぱね、熟成を重ねるごとにすごくモデルが良くなってるんですよね。一番最初にクラウンスポーツから入りましたけれども、このクラウンエステート、やはり集大成にふさわしいですね、非常に質感の高い走りが叶えられています。でこれは市場動画の方でもお届けしておりますけれども、かなりですね乗っていて快適性の高いモデルであるということと、また後席の快適性っていうのをね、クラウンはね全席特等席ねっていう感じの開発をしてきておりますけれども、しっかりとエステート、特にですね後席の方にも力を入れて、とってもきめの細やかな開発をされてきていたということに、私はテンベストカーの意味があるんじゃないかなと思いました。これプラグインハイブリッドモデルですので、リアのソーダアシストが入ってるんじゃないかなと思います。これもね、サーキットで乗ってもものすごい質感いいですよね。めちゃくちゃ快適に走れてます。今日テンベスト試乗会なのでめちゃくちゃ飛ばしてないんですけれども、ほらしっかりとね、こういうところも電子デバイスのアシストをしっかりとソフトにマイルドに感じることができますね。もちろんタイヤ泣かせるようなことは本日はしちゃいけないので、ゆったりと走っておりますけれども、こういったスポーツ走行に近いところでも性能が出ているというのは、やはりプラットフォームの強みっていうのもあると思います。あとね、タイヤが大きいので見た目もかっこいいですし、グリップ感っていうのもとってもしっかりと感じることができますね。あとやっぱりね、このクラウンエステート買える人はですね、もう本当にこれ車中泊できるんじゃないかと思うぐらいとっても荷室が広いので、ぜひね販売店の方でチェックしてみていただくのもいいかなと思います。大きい荷室の車が欲しい人は結構ね、いいパッケージですよ。で、今乗らせていただいているのは、最初にねちょっとお話しした通り、トラノ門にあるですねクラウン専売店のモデルとなっておりますので、このクラウンの専売店、そのショップも合わせてクラウンっていうものにかけるトヨタの思いというのが凝縮されているかなと思いました。で、点数は何点なのかっていうのは何点でしょうねまだ悩んでます。車としてはすごく私は大好きな車なんですが、今年も結構ね強豪揃いなんですよね。さあ続きましては ID バズです。これも撮ってるんですけどまだ編集できていないので、もしかしたらこっちの方が早いかもしれないです。めっちゃ可愛いですよね。これ湘南で試乗会があったので、そちらの話はまた追ってしていきたいと思います。非常にデザインがアイコニックなんですけれども、実は乗り味もすごい、インテリアも超可愛いです。これ試乗レビュー頑張ってあげますね。早くね、ちょっと待ってくださいね。さあこの車なぜテンベストカーに残ったのか、やっぱりね残りますよね。これはそれは残るだろうという感じがします。めちゃくちゃ可愛いっていうのと、やっぱりこのね EV のミニバンってまだ選択肢全然ないんですよ。ミニバン大国の日本にまだ少ないっていうのは、やっぱりそれだけ日本のハイブリッド技術っていうのが進んでいるっていうことと、この EV に対するアレルギーの強さもあったのかなっていう感じもするんですけれども、実はですねこの ID バズなんですけれども、本国では結構前にもう出てたモデルでした。日本に入ってきたのが2025年このタイミングなんですけれども、そのおかげでですね、なんと本国でマイナーチェンジを終えた2世代目のモデルが入ってきたというですね、ありがたいね、実際に買われるユーザーにとってはですね、航続距離も伸びてるし、それからネガティブもできてるしということでですね、ありがたいタイミングでの、導入になるかなと思います。もうとにかくめちゃくちゃ可愛いので、これ本当に何回も言いますけど頑張って試乗レビュー上げますね。ちょっと待ってくださいね。こ
この車体でこの滑り出すようなスムーズな加速、それからちょっとドライビングポジションもねかなりヒップポイントが上なんですよね。乗り込む時に、今日私スカートなんですけれども、このスカートのスリットが破けちゃうんじゃないかと思うぐらい結構しっかりとしたハイトがあります。ですから階段登るようにねよいこいしょと乗り込まなきゃいけないんですけれども、このヒップポジションの高さのおかげでですね、結構狭い道でも直接視界がね高い分いいので、非常にですね運転しやすいです。でこの滑らかな加速と静粛性、それからこう未知のねこのミニバンの電気自動車っていうね、ミニバンのベブっていうですね強い商品力プラスこのやっぱりねワーゲンバスのイメージを彷彿とさせるようなですね可愛いデザインに可愛いインテリアね。意外と可愛いミニバンって小さいクラスにはあるんですよ、シエンタとか。けど大きい、フルサイズのミニバンって言い方おかしいですけど、そういうものでこんな可愛いポップなデザインなかったじゃないですか。なのでこういったねニーズは必ずあったんじゃないかと思いますので、こちらも10ベストに残ってきたのは当たり前かなという感じがします。じゃあ今井的にこの車は悪いかなしかというとですね、ちょっとでかすぎるっていうのがまず一つ、懸念の点かな。はい、それからそのマイナーチェンジモデルということで、その日本では新しいんですけれども、欧州に対してですね日本カー・オブ・ザ・イヤーというものが、今入ってきた車に対しての評価っていうのをちょっとどう受け取られるかと思うと、その新しさというところでは、その日本ってなんかやっぱ EV 後進国だからねみたいなことを思われたらちょっと嫌だなっていうその思いと、あとちょっと価格高いですねっていうところがあるので、車としては非常に魅力的なんですけれども、どうでしょうねっていう感じです。いいところもすっごい多い車なんですけれども、良くも悪くもですね、その振った車のハイエンドに振った車でもありますので、その味付けがねこうポップなので、一見そのお財布に優しいような感じに見えるんですけれども、そこが今井的にはちょっと引っかかる点かなと。ただ乗るとやっぱりなんか楽しいんですよね、この車。今までになかった感じっていうか、とっても新鮮なフィールで、ここで走ってるのを見るとめっちゃ可愛いんですよ。やっぱりこれ街にあるとね街の風景変わるんじゃないかと思うぐらいめっちゃ可愛いです。しかもねもうスウェーデンとかではもう走ってるんですけど、デンマークとか単色のね単色バンパーというか単色のボディカラーが多い中で、日本はですねやっぱりその可愛いっていうのをこう訴求するためにですね、このツートンカラーのねバイカラーのボディカラーをたくさん入れてきているっていうのと、明るい内装をたくさん入れてきているので商用車感が全くなくて、ここもねその日本市場のことをすごく見て入れてきたんだろうなっていうことを感じさせる、こういったそのブランドの良心っていうのは感じますね。さあそしてスバルフォレスターでございます。うちのチャンネルでもですね用品装着の車などをご紹介しましたので、めちゃめちゃ見ていただきました。このですね用品装着しているということとか、あともともと同じの STI があるとか、その用品装着も車両の開発の時からその手がけてきたというところもありましてですね、その高くなった燃費性能も含めてもっと遠くに出かけていきたくなる車になってるかなと思います。さあと言いながらですね、私が乗らせていただくこっちの車は 1.8 のターボの方なんですけれども、意外とやっぱりね1.8 ターボ気になってますみたいなのはうちのコメントにもすごいたくさんいただいて、実際にですねその価格的にも非常にこなれているということもありまして、実質にね人気のモデルでもあるかなとも思います。で、グレードがスポーツかな。さあこのスバルフォレスターなんですけれども、ハイブリッドねストロングハイブリッドを備えまして、それから 1.8 のターボもあるということでですね、非常に幅広い選択肢が可能ということでですね、大幅に刷新をされました内外装のおかげでですね、かなり売れているというような車です。でやっぱりねどれも本当に正当進化をしていて、さらにですねやはりこのちゃんとねこれですよ、この ADAS アイサイト、その進化した高い方のアイサイト X の方が入ってそういうことも高い商品力のうちの一つだと思います。スバルって実はですねやはりそのお客様のニーズに寄り添った開発っていうのもなされているのもありますし、めちゃめちゃやっぱりファンが多いんですよね。でなぜならばやっぱり走行性能がすごく高くて走破性が高いからなんですけれども、なんとスバルって主要な基幹機種ほぼ全てがカー・オブ・ザ・イヤーの対象を取ってるんですよ。ですから実はこのフォレスターも今年の大本命車の1台であります。でフォレスターね1票って書いてくださった、私の、インスタに書いてくださった方もいたんですけれども、私も実はかなり評価をしています。まず本当にその用品をたくさん用意していてアドベンチャー心をちゃんとくすぐってくれるということと、本当に改善されましたよね。
で価格は高くなりましたけれども、これもその分ですね、それにふさわしい、性能になっているということと、やっぱりその水平対向エンジンが持っていたそのネガティブ、ね、燃費の面っていうところをですねちゃんと改善してきて商品に生かしているっていうことと、もう本当に使い勝手がいい、ね、ルックスもすごくかっこよくなりましたっていうことも含めて、私は結構ねこの車評価高いです。このパッケージに対してのその価格も決して高くないと思っています。でいろいろねそのスタイルを選べるっていうところも今のそのパーソナライズっていう意味でね非常に、時代にもね合っているのかなという感じもしますし、あと逆にですねちょっとメカメカしいところはスバルっぽさもあって、ちゃんとオールドファンの心もつかむ開発がなされてきているっていうところもですね、今までのファンも新しいファンも満足させるといったような車作りがされているっていうところもその評価ポイントというかね、いいんじゃないのと思うようなところでもありますね。いや実際にねこの車っていうかね、もうスバルはシートが良くて本当に疲れにくいんですよね。ここも実際に長く乗らせていただきまして、いいなと思ったポイントでもあります。雪山行く時ちょっと欲しいもんね、やっぱりね。スバルだったら鉄板、絶対に安全安心っていう気持ちもあるし、でスバルでダメだったらもう他の車行けないしねっていうところもありますね、やっぱりね。さあそれでは続いてはヒョンデインスターもテンベストカーに入ってきましたね。ヒョンデ本当にここのところ常連になっていてすごいですよね。でインスターはご覧の通りですね、軽自動車に近いぐらいの絶妙なサイズ感で日本にパーソナライズされて入ってきた車です。さあ改めてインスタ乗ってます。かわいいやっぱりね改めてかわいいですよね。で私今回乗らせていただくのがクロスというですね、そのトリム追加になって顔が変わったのと、あと上のですねキャリーがついたのと、それからこのインテリアもこんな感じでポップなものになっているという新しいですねグレードのものに乗らせていただきます。さあヒョンデはね昔ヒュンダイという名前で日本に入ってきていましたけれども、一度撤退してまた日本に再上陸をした際には電動メーカーとしてですね、水素とそれから電気だけのブランドとして再上陸をしたといったような車のメーカーになります。もちろん本国ではですねハイブリッドもありガソリンもありプレミアムブランドもありということでですね、非常に多くのラインナップを持っている巨大なですね自動車メーカーではありますけれども、日本では電動車だけの展開となりまして、電動モデルとしてはアイオニック5コナ、そしてこのインスターと3つ目のね車になりました。実はですねこの軽自動車に近いサイズを誇り軽 EV といえばサクラですけれども、補助金を使えばですねサクラに近い価格で買えるといったような普通自動車の規格というのがテンベストカーとして評価されたポイントかなとも思います。大体可愛いですよね。でこういったそのまさにアイコニックなデザインっていうのはその日本メーカーがあんまり上手じゃないところで、やっぱりなんか先進的な顔にしちゃうんですよね。なんかこのサイズにこの顔っていうのはやっぱりエンタメ大国韓国ならではのデザインかなとも思います。じゃあ MI 的にこの車はカーオブザイヤーとしてどう見ているのか。でちょっとですねここまでのエクステリアの作り込み、それからシートアレンジもすごいんですけれども、ちょっとインテリアがもう一世代前になっちゃってるかなっていうのが惜しい部分なんですよね。すんごいスイッチが多いんですよこの辺なので、ここでインテリアとかも先進的になって、せめてアイオニック5ぐらいですね変わったことをしてくれたらもうちょっと点数入ったかなとも思います。ただし今乗っていてもこのスタビリティ非常に高いですし、すごくですね運転感がいいんですよね。もうクイックな感じ、それから韓国の方って結構せっかちな方が多いのでクイックなレスポンスもありますし、あとサスペンションとかウインカーとかをですねちゃんと日本人向けにローカライズしてきているっていう丁寧な車作りもなされておりますので、これもインポートカーオブザイヤーとしてですねダークホースとなってくる車かなと。とにかくこの縦横比がすんごい可愛いので、こういったところもですねそのルックスの良さ、エンタメ性の高さっていうところもですね評価ポイントには入ってくるかなとは思いますが、今井的にはもうちょっとこの辺がね先進的だったらよかったのにな的な感想でございます。でもクロスになるとねインテリアこのトリム入りますから、これはこれでまたこっちに視点がボケて、いやこれでいいのかなみたいな、ちょっとメカっぽいところも可愛いかなみたいな感じにちょっと思えてしまいました。すごいですよね。印象ってこんなにこうねエクステリアで変わるんだ、インテリアで変わるんだってことも感じさせるねマルチな車だと思います。さあ、BMW の2シリーズグランクーペもテンベストカーに入りました。すごいねこの色、めちゃくちゃ綺麗ですけど、カラーバリエーションも
豊富、そして、個人的にはですね立体駐車場にスポッと入るいい感じのグランクーペということで結構ね注目してます。さあこの2シリーズグランクーペなんですけれども、パワーユニットが非常にですねバリエーション豊かでございます。私が今乗らせていただいているのがディーゼル、大好きなディーゼル、そして3気筒のガソリンもあって、さらに M のM パフォーマンスのねモデルもあるということもありまして、選択肢が非常に豊かでそれぞれに個性があるんですけれども、全て素晴らしい。いやマジですごいんですよ本当に。今日も久しぶりに乗って待ってとあれ待ってめっちゃ良くないっていうね、このスタートボタンを押した瞬間にあれこの車ってなんかプラグインハイブリッドだっけって思うぐらいものすごい静粛性が高いんですよ。でこの BMW のそのパワーユニットの良さ、のエンジンの良さっていうのはもちろんガソリンにも、そのまま入ってますけれども、パワーユニットの良さに加えまして今 BMW って足がすごいんですよね。で正直ちょっとアルピ並みがあるというか、なんでこんな急に良くなっちゃったんだろうみたいな感じのその技術のブレイクスルーみたいなのがあって、私は正直ですね先にね今井の感想を言っちゃいますけれども、これ結構な高得点を平均点の高さを誇るので、この2シリーズのグランクーペっていうですねFF ベースの車ではありますので、BMW のね、何が本流かもう分かんないですけど、本流ということを考えるとその外れてるその FR あとは4駆、ベーシックっていうことに対してのアリューモデルではありますけれども、もうすでにそういう印象はなく、ちょっとこの子がうるさいぐらいでものすごくですね質感が走行質感がもうちょっと一皮むけたというかね、なんか違うところにいるんですよね。これはめちゃめちゃ感動ポイントね。ほらもう一周いっちゃうもん実は個人的にもめちゃくちゃ気になってるモデルです。立体駐車場に入るっていうのは冒頭にも言いましたけれども、そのサイズを叶えながらもこの流麗なちゃんと BMW らしいねメカっぽい外観っていうのも備えていて、そのマニッシュすぎないし乗っててかっこいいじゃないですか。でやっぱりこうね BMW らしいこのステアリングの太さであったりとか、そのハンドリングの良さっていうのが、さっき言った通りその滑らかなサスペンションと、それからすごく繊細に吹き上がるエンジンに支えられて、その FF ベースということを感じさせない良さっていうのにちゃんとつながってるんですよ。いやブレーキの質感もねすごくいいんですよね。だからこれ乗ってると飽きないだろうなっていう思いがある。で今回ですねこの10ベストカーに入ってきたインポートカーがインスター3008、そしてID バズ、そしてこの子っていう形になるんですけれども、国産車が対象に選ばれた場合インポートオブザイヤーとしてですね、インポートカーオブザイヤーとして輸入車が1台、その選ばれることになるんですけれども、そこを狙ってそのインポートカーはですね割と今年もショーレースを繰り広げているわけなんですけれども、この子が本当にアベレージが高すぎて素性が良すぎて、1番手は取れないにしてもみんな高い平均点を入れてしまうがゆえに意外と上に来るんじゃないかっていう予想を私はしております。それぐらい個人的には。ただそうねすごいじゃあ飛び抜けて話題性があるかというとそこですよね。だからその対象というところではないんだけれども、絶対に生活にこの子があったら、素晴らしい相棒になるだろうなと思いつつ、私も事実欲しい車のうちの一つです。だって見てくださいよ、インテリアとかもめちゃくちゃいいんですよ。このクラスでねこれぐらいインテリアいいってなると、ちょっとメルセデスもねありますけれども、メルセデスはもうちょっとこうメカメカしいというか感じなので、好みは分かれるところですよね。ですからこういうそのインテリアの面でも少しですねそのブレイクスルーがあったかなという感じも受けていて、ここも先進的ですし、またこのねインターフェースが9世代ジェネレーション9に入りまして OS9 に入りまして、これもとても良くなったというところも注目ポイントでもありますね。マジでこれ1台もらっていいですか？いいですよ。本当好きこれ。そしてスズキからはですね、この EV である e ビターラが入ってきました。実は私もこの車初乗りとなります。うわー綺麗。
これもねまた市販モデルになったら改めてお届けしていきたいなと思うんですけれども、実はですねこの試乗会が、クローズドで開催されたんですけれども、この試乗会ルマン24時間レースにかぶって私乗れてなかったんですよ。なんですけれども、7割ぐらいの選考委員がこれに試乗がかなっていて、それもあってですね、時点ベストには残ってきたということで、だから3割のジャーナリストが乗ってないにもかかわらず、この車は10ベストカーにノミネートされているということで、非常に基礎体力が高いというか、ものすごく期待を持って私は試乗しております。価格頑張りましたということです。で、このイービターラですね、インド生産になります。最近ね、インド生産の車、スズキすごく増えてきました。スズキとインドの関係はめちゃくちゃもう歴史があってですね、そのインド工場は、グローバルモデルを製作している、工場なので、すっごい最新なんですよ。なんだったら浜松の工場よりも設備は最新で、しかもですね、日本に導入される時にですね、インドで検品して、さらに日本に入ってくる時に検品するので、インド生産の車の方が実はですね、クオリティコントロールが高いという裏事情もあり、今フロンクスもそうだし、ジムニーのノマドももちろんそうです。5ドアのやつね。で、この e ビタラもですね、インド生産ということになっております。いや、すごい綺麗ですよね。なんか思った以上にちゃんとしてるって言ったら失礼ですけれども、価格がね、やっぱりすごくそのスズキらしいチャレンジングな価格で出てきたと、お客様にね、寄り添う価格で出てきたということだったので、これもね、ほら、ちゃんとガラスルーフもあって、質感高いですよ。この辺もトグルスイッチ使ってあったりとかして、これはね、一般道市場の時に、内外装と使い勝手お届けしてまいりますので、ぜひご期待いただきたいと思います。だから今までのその保有を考えると、ファースト EV ね、その方のファースト EV になるかもしれないモデルなんですけれども、これは感動するんじゃない？静かだし、めちゃくちゃサスペンションがいいんですよね。ちゃんとね、対話型の AI もついてますね。いや、そもそもこれがね、1万イータのインターフェースになってて、これも綺麗ですよね。全体的にフロンクスもすごい綺麗でしたけどね。あれ、フロンクスも私もしかしてお届けして、いや、過去動画ご覧ください。撮った。さあ、それでは早速いきたいと思います。おお、こなれてますね。結構しっかりと EV の鋭い味を感じることができます。腰高なんですよね。割とそのシートの位置が、そのバッテリーがね、床下にあるっていうこともありまして、多少腰高感はありますけれども、重心は下なので腰高感はあるけれども、さほどその腰高によってボディが振られるみたいなことはないんですけれども、うわー、足がすごい粘る。もっちもちだ。ねパーってなってる。でもこの加速をしていった時に顎が上がることもなく、しっかりと獅子がね踏ん張ってる感じもします。いや、高級 EV みたいな感じの味出てますよ。スティアフィールもすごいいいです。ちょっと軽やかですけれども、ここはやっぱりね、スズキらしい扱いやすさ、軽やかさっていうところにつなげてるのかなっていう感じもします。とにかく足の感じが独特。めちゃくちゃしっかりと減衰しますね。なんですけれども、これは重量なのかな、割とそのストロークはするんですけども、沈み込むというよりはちょっと反発もしっかりあるといったような感じの印象ですね。あとちょっとシートが固めなので、ここもちょっと輸入車っぽくあるところでもあります。もう一周行こうか。ごめんなさい。ちょっとせっかくだからもう一周行きましょう。この最終コーナーのところもすごい粘るし、めちゃくちゃ加速伸びます。今ですね、ちょっとトラクションコントロールというかね、横滑り防止がピパッと点滅しましたけれども、この点滅した感じも全然分かんなかったです。このトラクションコントロールが効いた感じもあんまりなく、しっかりと支えてる。だからこの電子制御の介入がめちゃくちゃナチュラルですよね。うわー、楽しい。めちゃめちゃ車速上げちゃう。これすごい。もうスポーティーですらありますよ。なんかね、インドってすごい道がね、想像を絶する悪さなんですって。
もうなんか普通に道が悪いとか言うんじゃなくて道じゃないみたいな。でそういったところでそのサスペンションを作っているっていうことも少なからず理由にはあると思うんですけれども、そもそも鈴木はですねその欧州で鍛えられてきたっていう背景もあるので、足の作り方がすごい上手なんですよ。特にその登録者というか普通車ナンバーの車はこういうところにも効くんでしょうね。その値段を考えるともうちょっとやれることはね、値段を積めばありそうな感じもしますけれども、初めての電気自動車としては非常に質感も高いですし、十分な仕上がりかなと。今サーキットで乗っている限りは、このね平滑な路面で乗っている限りはこうあるかなと思います。そのトルクの出し方もこの車重というかそのヒップポイントの高さを考えるとあまりにもピーキーすぎないので、こうパカーッとねこうなんかゴーンみたいな感じもなく優しく乗れるっていうところも魅力的なんじゃないかなとも思いますね。ステアフィールがいいわこれ、ね、サーキットで走ってこんだけこうね持ち重りしないってすごくいい車な気がしますよ。あとちょっと段差とかを越えた時のこうどっしり感とかど進感もない。だからちょっとこれは今井的にカーオブザイヤーどうかというと、一般道で乗れてないので対象はもう難しいですよね。ここまでは来れたけど10ベストには残ったけれども、じゃあその対象を取れるかどうかっていうと、ちょっと一般道で乗らないとどしどし感を消すために割とこう上の方でこう伸縮させてる感じがあるんですよね。その上の方で伸縮させる幅が大きいので割ともちっとはしますけれども、底ついた時にどういう挙動になるかっていうのはちょっとこう先が知れないというか、今の段階ではちょっと判断しにくいなっていう個人的な印象はあります。こういうとこね、今溝入りましたけども、こういうところで底付きはしないんだけどしないように結構突っ張らせてるかもっていう感じもしないではないかな。インターフェースとかは綺麗ですけれども、これはちょっと一般道市場期待していきたいなと思います。さあそれではプレリュードですね。うちの SNS でも結構やっぱりプレリュード推しみたいなね、僕ならプレリュードですっていう書いてくださる方がすごく多かった車ですし、うちの車でもですねまだお出ししてない、動画がいっぱいあるんですけれども、クローズドコースで乗った印象が鮮烈でしたね。さあそれでは大本命プレリュードでございます。さあなぜ入ったのかもう言うまでもないですね。やっぱみんなこういう車が好きですよね、車好きは。なんですけれどもシビックタイプ R のシャシーを使い、パワートレーンはシビック EHEV のものを使ってスポーツモデルに仕上げてきたというですね、非常にホンダらしいチャレンジングなスポーティーモデルとなっております。そう、スポーツモデルじゃないんですよね。これってスポーティーモデルですというふうに言ってるんですけれども、いやもう十分にスポーツの名にふさわしいモデルになってると思います。もういきなり踏んじゃってますけれども、これいきなり踏んじゃってるぐらい聞こえてます。この音めちゃくちゃいいサウンドも鳴るし、すごいバランスがいいんですよ。でこの車はそりゃそのノミネートの理由はすごい分かります。やっぱりねホンダが本当に根性を入れて作ってきたスポーティーモデル、久しぶりのねスポーティーモデルになりますけれども、それはもうみんな期待してたし、意外とって言ったらあれですけど、こういう車をねやっぱ車離れとかねスポーツカー離れ言われてますけど、やっぱみんな待ってたんだなと思うぐらい反応もすごい高かった。でそんな中でじゃあ今井的にそのカーオブザイヤーは的にはどうなのかと、今井的カーオブザイヤー評価としてはですね、それはもう個人的にはこれかフォレスターかっていうところかなって思うんですけれども、走りはもう私の中ではすごいもう満点に近いぐらいこの子は本当にいい。もう本当にハンドリング性能も素晴らしいですし、すごい楽しい。で程よく遊ばせてくれる感じもあるんですよね。でスペックがめちゃくちゃ高すぎないのもこの EHEV のいいところで、もうこれぐらいの速度でもう遊ばせてくれちゃう感、乗らせてくれてちゃう感が出てるので、きっと乗った時に久しぶりにスポーツカー乗る人にも満足度が高いモデルになってるんじゃないかなと。でガチのタイプ R みたいな感じのスポーツ感というよりは本当にこう峠で楽しめそうなある意味そこまで踏み抜けるスペックモデルみたいな感じに思えます。がしかしですよ。もうめちゃくちゃ惜しいところがやっぱりちょっと
このリアシートがねの布張りで、もう前のシートめちゃめちゃいいのに、こうちょっと見えないところにかなりの廉価感が出ちゃっているっていうところと、ちょっと低速の時にザラザラ感が気になるなっていうのと、そこがあまりにも、他のこういうスポーツ走行した時の、印象が良すぎるがゆえにですよ、一般道というかその超極低速でこの S プラスシフトのスポーツとかで走った時にちょっとややこうビビるなっていうのと、あとこうね、高速域のこの盛り上がるようなサウンドはいいんだけれども、ちょっとノイジーに思えるところもあって、これは人によってはディーラー市場の時にね、ちょっともしかしたらチープに感じる人もいるかなとも思います。はい、ここが私の中でも今悩んでるポイントでもありますね。ただ本当にね、この車で乗るとうわーってなるんですよ。すごいいいと思って、私今日これ乗らせていただくのもうすでに3回目なんですけれども、ちょっと離れるとね、なんかちょっと冷静な気持ちになるんですけど、乗ったらうわー楽しい、やっぱりこの車って思うんですよね。あとエンジニアのすごい熱い思いとか、その車をね楽しんで作ったであろうそのエンジニアの顔が透けて見えるというか、このハンドルの向こうに見えるみたいな気がして、とってもこう魂のこもったね、ホンダらしいその情熱のこもった車だなっていうことも感じることができると思います。さあ、そして日産リーフです。こちらも私の動画でですね、もうすでにプロトタイプの試乗をお届けしてますけれども、こちらもテンベストカーにもちろん入ってきました。いややっぱりすごいね。e ビターラに乗ってからこれに乗ると、その3世代目の迫力っていうのをすごい感じます。e ビターラが決して悪いわけじゃないんだけれども、すごいね、リーフやっぱりめちゃくちゃ成熟してる。驚きですね、これは。というわけでこうやってね、いっぺんに10台も乗らせていただいて、ここで改めてですね、今年の対象車はどれかっていうことを選んでいくわけなんですけれども、そう世界で初めて3代目にまで進化している EV はこのリーフだけですから、リーフはね、早い段階から電動専用モデルとして存在して、それが成熟してきたわけですけれども、今回からね、デザインの方向性が大きく変わって、よりスタイリッシュになりましたし、またインテリアもめちゃくちゃおしゃれになった、ね、リーフ良かったんですけれども、ちょっとなんかね、見た目がねと、あとインテリアがねというところは実は私の中にもあったんですけれども、これは本当にね、ものすごいいい。そして過去動画見ていただきたいんですけれども、ちょっとね、一つネガティブがあるとすると、タイヤのインチによってフィーリングが全然違うんですよ。これダンロップそもそも履いてますけれども、そこの味だけ、それだけだから、それだけやっぱりその日産ってね、タイヤに頼らない開発みたいなのをしてきてるんですけれども、やはりその路面に設置してるのはタイヤなので、タイヤのお仕事はすごく大きいんですよ。でもちろんその OEM のタイヤ純正装着なので、一緒に開発はしてきてるとは思うんですけれども、少しそこが甘かったんじゃないかなというのが、先に話すと私の印象で、一番そこだけもうちょっと詰めればもっと良かったのに、そのタイヤに対してもう少しその要件を出してくれたら、その18インチ19インチのその足並みが揃ったんじゃないかなと私は思ってしまうんですよね。で、意外なことに私はこの19インチの印象がすごい良かった。ただこれはテストコースで乗った印象なので、そして今私もサーキットで乗った印象なので、もしかしたら一般道で乗るともうちょっとまた印象が変わってくる可能性があるなというふうには思っております。で、やっぱりね、なぜテンベストに残ったのかというと、そういうことですよね。やっぱ3代目まで来てるし、そのリーフなんかいろいろとね手こ入れをされていて、本当にねお客様の心に寄り添った、今までのね代替のお客様も満足させるようなものすごくねきめの細かいねしっとりとしたその改良がなされているね、刷新がなされているというところの目の付けどころっていうのがね、もう国産メーカーにふさわしいきめの細やかさかなと思いますし、個人的にちょっと惜しいところはこのタイヤの話なんですけれども、やっぱりねいい車よね、本当に。いや本当にちょっとね、この段差越えた時のコロコロ感とかね、19も別に19の方が良かったとは言ってるんですけど、19もベストではないんですよ。私だったら多分この車買ったらタイヤすぐ変えちゃうかなって思っちゃうな、ちょっとな、そこだけそこだけだから車としてはすごいいいですけど、最後の最後まで合わせ込めたところはまだあったんじゃないかなという気持ちは否めないと
いうところですね、正直に言うと。さあそしてプジョーの3008です。ライオンちゃんが真ん中にいて、すごくいい感じのブースになっております。やっぱデザインがめちゃくちゃ綺麗ですよね。さあそして最後はプジョー3008です。もう私この車が個人的にはですよ、ごく今井有機的にはこれが今年の大賞でもいいんじゃないかと思うぐらい大好きな車です。っていうのも私のそもそもの車歴にね理由があって、もうそもそもやっぱイタリアフランス車がすごい好きなんですよね。っていうのはまあ置いといて、なぜこの車が10ベストに残ってきたのか、その理由分析でございますが、やっぱりですねこのプジョーのマイルドハイブリッド、実はですね数が揃ってきていて、いろんな車にね搭載をされているシステムとなっています。でこのシステムがですね48V のマイルドハイブリッドではあるんですけれども、まあ非常に燃費がいいと。でしかもマイルドハイブリッドなのにモーター走行域があるので、すっきりとした加速と、それからその滑らかなそのトルク感っていうのを味わえるっていうね、電動車のように乗れるにもかかわらず、車重も軽いので燃費もいいというような優れたシステムがですよ。これ本国ではですねEV があるんですよね。でおそらく日本にももうすぐ入ってくるんですけれども、だからプラットフォームがその EV の重量をも許容できるプラットフォームになっているので、そもそも基礎体力が非常に高いといったようなメリットがあります。インテリアがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。エクステリアも綺麗ですけれども、やはりプジョーデザインが非常にいいということで、これだけのね高性能な車、そしてハイスペックな車が、あと先進的なねパワートレーンが、優れたデザインに乗っかっているということもありまして、で私ねこのプジョーのちっちゃいハンドル大好きなんですけれども、こういったねハンドルの演出とかもあって、かなりキビキビ乗れる。で荷物もたくさん乗れるし、その SUV としてのたっぷり感っていうのも叶えているにもかかわらず、本当に燃費がいいと。だから全方向にねすごくいいっていうような車で、こういう車にもっとみんなに乗ってほしいなと思うような車だから、今までそのフランスイタリアにちょっとね敬遠してたような人たちでも、こんな良かったのって思わせるような車になっているという意味でも、個人的にはもう最もおすすめしたい車でもありますし、それが評価されて10ベストに残ってきたというのは間違いないと思います。でその今井有機的なおすすめポイントは、もう今もう本当にその言った通りで、めちゃくちゃ燃費いいんですよ。で私この車で伊豆まで行ったりとかで、これの EV 版でフランスでドライブしたりとかしてるんですよね。で伊豆ドライブ動画はまだまだ全然ちょっと出せてないんですけれども、このプジョーのマイルドハイブリッドがそもそも大好き。軽やかで、ひらひらとしていて、で非常に鼻先が軽くてなんですけれども、この一時期のそのプジョーのねこの先代モデルの3008とかにあったようなこう足回りの尖った感じが全て綺麗に払拭されて、それはおそらく EV 由来の優れたプラットフォームが入ることによってですね、サスペンションの動きが滑らかになったと、非常にねいい仕事をするようになったということもありまして、走りの全方向性がですね全面的に揃ったと、粒だったというところもあるので、走ってて遠くまで走っていて全然疲れないし、あとやっぱシートとかがすごいいいんですよね、フランス車って。なんかねこれルノーとかもそうなんですけど、フランスのモデルってものすごいシートがいいんですよ。でしかも綺麗でしょ。でこれを考えるとかなりコスパのいいモデルになっていて、これがそのもうちょっとこう訴求されたらいいなって思うようなね、エクステリアも本当に個性的ですし、でインテリアの作り方とかも本当に綺麗だしということで、こうストーリー性のあるねそのフレンチデザインっていう意味でも推したいなと思っちゃうわけですよね。ただそのカーブ・ザ・イヤーっていうのはただ自分のね思考を押し付けるだけではなくて、今年を象徴するモデルっていうのをジャーナリストとしてフラットに選ばなければいけないというようなお話がございます。私の中でそのインポートカーオブザイヤー的なポジションとしてはですね、正直悩んでいるのが BMW2 シリーズのグランクーペとこの子がどっちがいいだろうなみたいなぐらいめちゃくちゃいいです。本当にこの子は意外といっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。正当評価されてほしいなと思う車でもあります。今
日はですねこちら日本カー・オブ・ザ・イヤーの10ベスト試乗会をお届けしてまいりました。かなりコンパクトにですね10台の魅力とそれぞれの視点お届けしてまいりましたので、皆さんもぜひですね次の車選びの参考にしてみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。